皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。前の動画第8章8の11で初期値問題を解くのに用いられるオイラー法を紹介しました。今回はこの時に用いたプログラムを公開し、計算の流れを説明します。オイラー法には陽的解法と陰的解法がありましたね。これらの違いは微分方程式の近似の仕方にあります。今、1式で示す1回微分方程式を考えましょう。初期条件を2式で与えます。1回の導関数はテーラー級数の2回微分以降の項を打ち切った3式で近似されます。ここで h は刻み幅を表します。今、x イコール x0 から始まり、x イコール xn で終わる積分区間を n 等分に分割します。そして各ステップにおける y の値を3式で表します。陽的オイラー法では1式を4式のように近似します。ここで右辺の関数値には現時点において全て基地である値、すなわち xi-1 と yi-1 を使います。4式を変形すると5式を得ます。5式では xi における yi の値がこれよりも1ステップ前の xi-1 における yi-1 の値で陽的に表されています。これにより i を1から n まで1ずつ増やしていくと1式の数値解を順番に計算することができます。一方、陰的オイラー法では1式を7式で近似します。ここで右辺の関数の値には今から求めようとする値、すなわち xi における yi の値を使います。これは計算の安定化を図るためです。7式を変形すると8式となります。8式の右辺には今から求めようとする yi が含まれています。すなわち8式は yi に関して陰的な式となっています。8式の i を1から n まで1ずつ増やしていくと9式が与えられます。これらの式は右辺の関数式が簡単であれば yi について陽的な形で表し、各ステップでの y の値を簡単に計算することができます。しかし多くの場合関数式が複雑なのでそうすることができません。よって各式を10式のように変形し、これをニュートン・ラプソン法により yi について解き、各ステップでの y の値を得ます。それでは例題を示します。次の式を陽的および陰的オイラー法により x イコール0から10まで解き、計算値を x の値の1間隔で表示するプログラムを作れ。11式に対して陽的オイラー法の式は13式となります。また陰的オイラー法の式は14式となります。例題では右辺の関数式が簡単であるため陰的オイラー法の式も yi について陽的に表すことができます。よって今回はニュートン・ラプソン法を使う必要がありません。それではプログラムについて順に説明していきます。1から3行目は注釈文です。5から7行目はヘッダーファイルの設定文です。
9行目では計算結果を出力するためにファイルポインターを設定しています。その変数名は fpw です。11行目からメイン関数が始まります。今回のプログラムにはこれ以外の関数はありません。13から15行目では変数を定義しています。17から20行目は計算結果を出力するための文です。出力ファイル名は output.date です。22行目では x の初期値を0としています。23行目では x の終わりの値を10としています。24行目では計算結果を x が1増えるごとに出力するように設定しています。25行目では計算値のサンプリング間隔として設定した1の分割数を指定しています。27行目では y の初期値を設定しています。28、29行目では要解法、因解法における各ステップでの計算前の値に y の初期値を代入しています。30行目では解析解の式の初期値を与えています。31行目ではラムダの値を与えています。33行目では区分点数を計算しています。34行目では刻み幅を計算しています。ここでの設定では刻み幅が 0.1、区分点数が100となります。35行目では出力を行うための点 Z に X の初期値を設定しています。37、38行目は区分点数と刻み幅を出力するための文です。39、40行目では出力値が何であるかが分かるように説明文を列挙して出力します。41、42行目では X、要解法の y の初期値、因解法の y の初期値、解析解の初期値を出力します。44行目では X に初期値を設定しています。45行目から68行目まではファイル文において X の初期値から終端値まで計算を行います。46行目から56行目までのfor文では計算値の出力間隔として設定した 1.0 の区間内を再分割した間隔ごとに y の値を求めます。そして x の値が計算値の出力点に達したとき計算を終わります。47行目では計算を行う点での x の値を求めています。49行目から51行目は要的解法による y の計算分です。53行目から55行目は因的解法による y の計算分です。58、59行目は解析解を求めるための文です。61、62行目では x と要的解法による y の計算値を出力します。64、65行目では因的解法による y の計算値と解析解を出力します。67行目は計算値を出力する次の点を計算しています。最後に70行目においてリターン文を実行し、プログラムを終了します。計算結果の例を示します。ここではサンプリング間隔 x 散布を 1.0、分割数サブディブを10としています。
よって区分点数は100です。また刻み幅は 0.1 です。計算値は x の値が1増えるごとに出力しています。量的解放による計算値 y(ex), 因的解放による計算値 y(im) ともに1から指数関数的に減少しています。しかし計算値は解石灰 y 穴とはほとんど一致していません。これは刻み幅が大きすぎるからです。計算精度を高めるため、サンプリング間隔 x 散布を 1.0 とし、分割数サブディブを10の5乗に変えました。よって区分点数は10万、刻み幅は10のマイナス5乗です。量的解放、因的解放による計算値とも解石灰に4桁程度一致しています。計算精度がこの程度あれば計算値としては十分ですね。ここで示したプログラムでは x の初期値と終端値、サンプリング間隔、分割数を変えることにより広い範囲の x において希望する点での精度の異なる計算値を表示させることができます。また関数式を変えていろいろな微分方程式の解を求めてください。ただし関数式が複雑であるとき、因的解法ではニュートン・ラプソン法が必要になりますが、本プログラムでは対応していません。この場合、量的解法のみを用いてください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。チャンネル登録をお願いします。また、多くの人に本動画の存在を知らせるため、いいねボタンを押していただければありがたいです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。